浴室の内倒し窓に防犯対策で面格子をつけてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。浴室は浴槽の塗装などで DIY してきましたが、今回はこの窓の防犯を考えてみます。窓は内側に倒れる内倒し窓です。この窓は浴室側にだけ20度ほど開き、ステーで制限されるので全開にはなりません。窓寸法は 584×595mm です。外観はこのようになっています。この窓は閉じている分には良いのですが、開いていると外からでもドライバー1本で外すことが可能です。普通外すときは浴室側からですが、外からでもできるのは防犯上好ましくありません。ただ外すには10分以上かかるので、時間がかかるほど侵入を諦める可能性が高くなるとも言えます。しかし浴室は位置的に裏側が多いので、浴室窓からの侵入被害は全体の半分ほどを占めているそうです。そこで今回簡単に取り付けできる面格子をつけてみます。これで侵入にはさらに時間がかかるので、完璧ではないものの少しは防犯に近づくのではと思います。興味のある方は引き続きどうぞ最後までご視聴ください。浴室内倒し窓の構造。内倒し窓 584×595mm です。採光と結露防止のため、この窓の存在は欠かせません。前述の通り、このステーによって内側に20度ほどしか開きません。ステーは左右にあるので、ある程度の荷重には耐えられる強度があります。ステーを外から見るとこのように見えます。ステー金具を緩めて窓を外しました。内側上部にあるトップラッチが見えます。板ガラスは 4mm です。下刃がこのようにフック状になっていて、サッシ枠レールの突起に引っかかります。構造は後述のサッシ断面図をご視聴ください。窓を外した枠の状況です。両側のステー金具が見えます。この下のレールにフックが収まるようになっています。窓が外れるとこのような600角の大きい開口となります。面格子の取り付け計画。この図は浴室内倒し窓の外観で、サッシ枠寸法は前述の通りです。断面はこのようになっていて、ハッチの位置に網戸が入っています。窓フックの収まりです。このようにサッシのレールに引っ掛けています。こちらは窓の内観図で、寸法は 584×595mm です。一方こちらは面格子とその断面を表しています。寸法は 790×820mm で、窓サッシより 100mm ほど大きいサイズです。壁からの離れは 30mm アジャストできますが、最低の 42mm とします。支持金具の位置は移動できるので、端から 100mm とします。全体的な収まりです。面格子のみの図面です。サッシとの収まりは出来型をご視聴ください。このような形で取り付けします。面格子の開封。
製品はクッションで梱包され、その上から段ボールが巻かれた状態で届きました。製品の寸法は図面通りです。付属品は取り付け説明図と2種類の金具、それと随分太くて長いネジが梱包されていました。製品は非常に軽く、測ったら2キロまでありませんでした。金具は2種類を連結して取り付け、壁からの離れをアジャストできるようです。小穴の長さは30ミリあります。これだけあれば季節サッシが少し飛び出ていたとしても取り付けが可能です。金具の連結部には叩きリベットを取り付けて外せなくします。この真ん中の穴に入れて頭を叩くとリベットが開いて抜けなくなる仕組みです。簡単な部品ですが、これでこの部分のネジを緩めても格子は外れません。この取り付けネジ5ミリは短いものに取り替えます。個人的にはこの付属ネジをトルクスネジに交換してもらいたいと思います。これがトルクスネジです。六角と違う星型のビットが必要なので、それ以外では締めることも緩めることもできません。防犯に完璧はないですが、取り替えればより効果が増すでしょう。ただトルクスネジはホームセンターでは手に入らないのでネットに頼るしかないですが、納期が1ヶ月ほどかかります。5ミリですので、そこまで考える方は事前に準備した方が良いと思います。面格子の取り付け。作業としてはネジの打ち込みだけなので、必要工具は電動ドリルと低い脚立くらいです。図面をもとに季節サッシから面格子のブラケット位置を出します。図面ではサッシの縦面から80ミリがブラケットの先端です。その位置に養生テープを貼り付けて印にします。金具の上刃はサッシ天刃より1ミリ下がりですが、無視して同じ高さにします。テープで印を出しました。面格子は軽いので、テープの位置に当てて左右の位置を見ながら指示穴の印を出します。印の位置に5ミリのタッピングなので 3.5 ミリで下穴を開けます。穴を開けました。このサイディングには中側に薄い鉄板が入っているのでタッピングが有効です。サイディングの厚みは40ミリですが、表面素材の下は空洞なので 30L のネジを使います。付属ネジのような長いネジは必要ありません。左右1本ずつネジを打ち込んで、傾きなどの収まりを確認します。離れと傾きは大丈夫なので、下ブラケットの隅を出します。穴開けが終了しました。最終的にブラケットの下に1ミリのゴム板を挟みます。金具の接地部分は30角なので40角で作ってあります。これを金具に挟んで水切りとします。ネジの穴にはコーキング剤を充填しておきます。気休め程度ですが、ゴム板を入れるのでこれくらいで良いでしょう。金具は底面がフラットなので十分水切りにはなるはずです。ネジを取り替えるときにもう少し補填することにします。とりあえず付属のネジを短くして固定しましたが、後日トルクスネジに交換します。施工後はブラケットに押されてコーキング剤が飛び出ていますが、これで OK です。左側です。
これで取り付けが終わりました。撮影が下からなので少し上にずれているように見えますが、気のせいです。ここで養生剤を剥ぎ取ります。色が少し濃いですが、選択の余地がなかったのでこれで良しとしています。最後に叩きリベットを打ち込みます。前述のように小さな部品ですが必要なものです。一応木材を使って打ち込みます。終わりました。先端が入り込んで平らになりました。このような収まりです。完成。再度ネジの交換作業がありますが完成しました。作業としてはネジを8本打ち込むだけなので段取りの方に時間を取られた感があります。計画と段取りが良ければ1時間ほどの作業です。浴室の窓は湿気対策でどうしても開けておきたかったのでこれで環境が随分解消されそうです。ネジが8本もあるので1本でも位置がずれると大変ですが格子が軽いので思ったより作業性が良かったと思います。金具の穴はネジ 5mm に対して 7mm なので少しぐらいずれても大丈夫です。コツは上の2本だけネジを止めて傾きを見て次に残り6箇所の墨を出して穴を開ければよりうまくいくでしょう。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。